こんにちは、斉藤直樹です。今回はデジタルイラストに役立つ小技集ということでお送りしていきたいと思います。結構ね、最近デジタルイラストを描き始める方増えてきて、皆さん楽しんでいらっしゃると思います。ただね、ちょっとした機能を知らなかったり、ちょっとした描き方のコツを知らないばかりに、後になってね、うわーこれ知っておけばよかったって後悔することがあると思うんですよね。なので今回は知っておくと役立つ小技、それに関する知識を5つ紹介していこうと思います。この動画を見ていただければ、知っておけばよかったっていう後悔を吹っ飛ばして、ぐんぐん前に進んでいくためのヒントにしていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。レイヤーの分け方。最初にお伝えしたいのが、レイヤーの分け方についてですね。結構ね、レイヤー分けってどうすればいいんですかっていう質問意外と多いです。これですね、最初に結論言っちゃうと、何枚に分けても OK ではあるんですが、目的に分けるとざっくりと2つのタイプに分けられます。統合タイプと分割タイプですね。順番に紹介していきます。統合タイプ。最初に紹介するのは統合タイプです。統合タイプのレイヤーの分け方はシンプルかつ最低限、前景、キャラクター、エフェクト、背景。基本的にこれだけです。最低限4枚ぐらいのレイヤー構造になっていますね。もちろん前景がなかったり、エフェクトレイヤーがなければさらに少ないですね。逆に言えば、統合タイプでもこれぐらいは分けておいた方が便利です。レイヤーを全く使わない。すべてを1枚のレイヤーで書くっていう人もいるにはいるんですが、というかね、15年前ぐらいの僕がそうだったんですが、これはですね、かなり効率が悪いやり方なので、あまりおすすめはしません。デジタルイラストの場合には、最低限これだけはレイヤーを分けておいた方がいいです。後でね、移動しやすいですし、拡大もしやすいです。綺麗にね、仕上げられますから、最低限のレイヤーは分けておきましょうね。はい。分け方は簡単です。こちらが実際に統合タイプでレイヤー分けしたイラストのデータですね。キャラクターのレイヤーを見ていくと、まずはキャラクターのレイヤーセットがあります。そしてその中にキャラクターの絵が描かれたレイヤーが含まれています。はい。以上ですね。エフェクトや背景についても、それぞれ同じように該当する絵が含まれている感じです。ちなみにレイヤーセットは、こんな風に色分けしておくと視認性が良くなりますよ。そしてモチーフがたくさんある場合、例えばキャラクターが2人いるとしたら、キャラクターレイヤーセットにもう1枚レイヤーを追加して、そこにね、別のキャラクターを描いていく。こんな風にしていきます。さらにもし前景に何か物を増やしていきたかったら、前景レイヤーセットに1枚レイヤーを追加して描いていきましょう。統合タイプのメリットはですね、とにかく修正がしやすいことにあります。レイヤーがたくさん分かれていないので、全体を変形したり、切り取ったり、移動をしたりと、なんか変だなって思った部分の形状を後で気軽に修正できる点だと思います。逆にデメリットですが、形状は変更しやすいんですが、色を後から変えたい場合にはですね、こうやっていちいち選択範囲を作って色を変えなければいけないところですかね。それとその際にどうしてもはみ出しが発生してしまうので、それを修正する手間も発生します。この辺がね、統合タイプの弱い部分だと思います。ちなみに僕はラフイラストを描いていくときには、統合タイプでイラストを描くことが多いですね。分割タイプ。次に分割タイプです。分割タイプはですね、とにかくレイヤーを細かく分けていくタイプの描き方です。基本的なレイヤー構造自体はさっきの統合タイプと一緒で、前景、キャラクター、エフェクト、背景というレイヤーセットになっているんですが、中身を見てみると、ほら、こんな風にかなり細かい分け方がされているタイプなんですね。ちょっとね、慣れていない人はこれを見るだけで頭が痛くなっちゃいますよね。はい。でも大丈夫です。構造さえ理解していれば別に難しいことはないんですよ。分割タイプのレイヤー構造はですね、だいたいこんな感じです。前景のレイヤーセットがあって、その中に線のレイヤーと色のレイヤーが入っています。キャラクターも同じく線のレイヤーがあって、その下に色のレイヤー。エフェクトと背景も同じですね。さっきの統合タイプで作ったレイヤーセットの下に線のレイヤーセットがあり、色のレイヤーセットを作り、色のレイヤーセットの中を色ごとにレイヤー分けしていくという構造にしていきます。色ごとにレイヤーを分けるので、色レイヤーセットの中身はかなりレイヤーは分かれるんですが、でもね、この構造を知っていれば、ここにはキャラクターの色レイヤーが各色ごとに分かれて入っているのね、と理解できるわけです。ちなみにね、僕は聖書の場合には分割でイラストを描いていきます。多分毎回100枚以上はレイヤーを使っていると思います。分割タイプのメリ
リットは、とにかく後から色の編集が楽で、編集も綺麗にできるということです。例えば、肌の色だけを変えたい場合には、肌レイヤーを選択して、コマンド U で色の調整バーをいじれば、簡単にそこだけの色が変えられちゃいます。他のレイヤーに影響することがないので、統合タイプのようにはみ出しの処理などする必要がないのがいいですね。逆にデメリットは、データがかなり重くなる。それと、レイヤーが多いので、パッと見どのレイヤーがどのレイヤーかわからなくなる。そして、レイヤーを分けるのに単純にその分時間がかかることでしょうか。まあでもね、レイヤーがどれがどれだかわからなくなるというこの問題に関しては、画像からレイヤーを検索することで解決できます。Photoshop だと、コントロールプラスコマンドを押しながら、移動したい部分をクリックすると、そこに含まれるレイヤー名が表示されるので、移動したいレイヤーを選ぶと、一発でそのレイヤーを選択できます。ちなみにクリスタだとね、リストは表示されませんが、シフトプラスコマンドを押しながら、移動したい部分をクリックで移動したいレイヤーに移動できます。はい。これは便利なので、ぜひ覚えておきましょう。簡単な手の書き方。さあ、レイヤーの分け方が分かったところで、簡単な手の描き方をやってみましょうか。手なんて体のパーツの一つじゃん。簡単じゃねって思うかもしれませんが、いやこれね、手が描ければもう何でも描けるっていうぐらい、かなり意識するポイントが多いパーツなので、頑張って描いてみましょう。はい。そしてね、最初にダメな例なんですが、よくですね、うまく描けない人って、これ手だけじゃなくて何でもそうなんですが、こんな風に一発書きしちゃうんですよね。はい。このように端っこから順番に描いていくとね、形がうまく取れずにうまく描けない一番の原因になります。手ってですね、誰も見ない日はないですよね。普段見慣れているものなので、ちょっとした形の崩れがすぐにね、違和感につながっちゃうんですよ。なので、手を描く場合には、一発で描かない。ちゃんとね、下書きをして、そこから描く必要があるんです。はい。なので、まずは、手の簡単な構造を理解する必要がありますね。最初はですね、いきなり細かい形を描いていくのではなく、手を単純化して描き始めるのがコツです。手は人体の中でも特に複雑な形をしているので、初心者にとっては難易度が高い部位の一つなんですね。はい。そういうね、もうそもそも描くのが難しいっていう部位の場合には、キーポイントは単純化です。このように手を大まかに手のひら、親指、それ以外の指、そして手首という風にざっくりと分けて考えましょう。パーツごとに分けて描く。最初に描くのは手首です。この手首の大きさによって、だいたい手のひらの大きさや方向が決定します。そして次に手のひらですね。これは五角形って覚えておいてください。はい。こんな感じでね、ざっくりと五角形を描いていきます。そしてですね、平面的じゃなく立体的に手が描けるようになりたいっていう場合には、断面を意識していくのも重要ですね。関節ごとにこの断面を意識しながら描いていくことで、より立体的な手を描くことができるようになります。はい。これ以降ね、ちょいちょいこの断面の考え方は出てくると思いますので、覚えておいてください。そしたらね、この五角形の上の部分に指ですね。これを一本一本ではなく、ひとまとめにして描いちゃいます。はい。後でね、指を分けると思うんですが、最初はね、もう単純化です。こうやって、ひとまとめにして描くことで、一本だけね、不自然な指の長さになって、お前この指変じゃんって馬鹿にされることを防げます。で、次、親指ですね。親指は、他の指と機能が異なるので、生え方が違います。五角形のここですね。ここから親指を生やします。これポイントですよ。親指は物を掴むための指なので、関節が他の指に向かって内側に曲がるようになってますよね。はい。こんな感じでね、別の付き方をしてるんですよ。親指だけ。この親指の方向を違えるとですね、一気にそれらしく描けるので、ここは覚えておいてください。ほら、さっきの手。こんな感じだと物が掴みづらそうでしょ。これはね、親指の曲がる方向のせいなんですね。そしたら次は関節の位置です。関節の位置はこんな風にまっすぐではないですね。ぜひ自分の指を見てください。ほら、中指を頂点としてカーブを描くようにこんな風に関節はついています。ほら、関節がね、一直線だとなんか変でしょ？指の長さもそうですが、こんな風にカーブを意識しながら関節の位置を決めてあげると、より自然な手の形になります。で、最後に指を一本一本描いていくんですが、ここでもポイントです。指をいきなり5本描いちゃダメ。
いや、まあ別にダメなことはないですし、実際に指はね、5本あるんですが、指をですね、いきなり5本書くと結構ね、まとまりが難しくなるんですよね。なので、これはね、秘伝中の秘伝なんですが、特別に教えちゃいます。はじめは、指は4本で書きましょう。あ、何言ってんのって思う人もいるかもしれませんが、はいはい。落ち着いてください。具体的には、中指と薬指はひとまとめにして書く。これです。こうやって中指と薬指をちょっと太めの一塊と捉えて書いちゃうことで結構ね、かっこいい指を書けるようになっちゃうんです。はい。でですね、最後にちょっとね、これは違う指なんですよっていう感じに線をね、真ん中に軽く引いて指を分けてあげる。これで完成です。ほら、単純化して構造を理解しながら手を書くことで、こんなにも立体的でまとまりのある手が書けるようになりました。単純化と構造の理解。まずはこれを意識してみてくださいね。最初はアナログで書き始めるのもあり。デジタルでイラストを描き慣れてくると逆に忘れちゃうことがあるんですが、最初は意外とですね、アナログで紙で線を描き始めるっていうのもありっていう話をします。はい。なぜデジタルじゃなくてアナログで書き始めた方がいいのかっていうと、大まかな構図の作りやすさの問題です。デジタルは確かに書きやすくて修正しやすいんですが、逆に細かい部分まで最初から書けすぎちゃうんですよね。なので、最初から細かい部分に気を取られてしまって、構図の部分をすっ飛ばしてしまいがちです。でも忘れちゃいけないのは、全体の構図。つまり、キャラクターがどんなポーズで、どんな大きさで、どんなバランスで画面に配置されているのかっていう部分が一番絵の印象に大きく関わってくるところなんです。アナログで描き始めると、細かい部分はね、最初はしっかり描けないだけに、構図作りにフォーカスすることができるんです。なので、ちょっとね、描きづらくても、最初は紙と鉛筆でスタートした方が、結果的にはね、最終的な仕上がりが良くなるケースがありますね。だいたいざっくりと全体が描けたら、スマホで写真を撮ってパソコンや iPad に移行します。普通に写真を撮ってもいいんですが、ドロップボックスというアプリでドキュメントをスキャンという機能を使うと線画が比較的綺麗に取り込めるのでおすすめです。はい。ここからはパソコンの作業なので、より細かい部分を調整していきます。構図がね、しっかりと決まっているので、かなりここからの作業がスムーズにいくことに驚くかもしれません。ざっくりと色分けして、細部の形を整えていく作業です。まだ聖書に行かないのって思っている人もいるかもしれませんが、特に初心者から中級者の場合には、しっかりとラフの段階を踏んだ方が結果的に失敗なく良いイラストを描ける確率が高くなります。はい。もちろんですね、ここからいきなり聖書に入っちゃう人もいるにはいると思いますし、僕の場合もですね、あえてこのラフの段階をすっ飛ばして聖書に行っちゃう場合があります。どういう場合にそれをやるのかというと、いわゆるね、落書きの時ですね。落書き。楽しんで書くことが最大の目的の場合、どうなるかわからないドキドキ感を楽しみたいですよね。そんな時にはこのラフの工程を一気にすっ飛ばして、この絵うまくいくのかな？ドキドキするなという気持ちをね、楽しみます。でもね、逆にしっかり描きたい時とかね、あとは仕事の絵を描く時には、ちゃんとこのラフの段階を踏んで、そしてそこから聖書に行くんですね。アナログのオーラフと、このように形を整えるラフの工程を分けるメリットの一つとして、より客観的に他人の視点になって絵を進められるというのがあります。例えば今の部分、キャラクターの表情を少し変更したのがわかるでしょうか？最初はね、すごく強気な笑顔で攻撃的な表情だったんですが、ちょっとそれだと怖いかもって思って、もう少しだけ柔らかい表情に変更したんですね。こういう修正って、あれ？もしかしてこの方がいいかもってね、客観的な視点が入ってこないと、なかなか書いている最中に変更することっていうのは難しいんですが、アナログとデジタルを分けることでですね、デジタルに移行した時にはまるで他人が描いた絵を着彩しているような感覚に最初はなるので、その瞬間絵に対してめちゃくちゃ客観的になれるんですよ。これってですね、すごく重要なことで、最終的にその絵を X でポストしたり、多くの人の目に触れさせる場合、いいねが伸びやすくなるというメリットがあると思います。はい。客観的な目線を取り入れることで、多くの人に受け入れられやすい形にできるからですね。なのでね、もし絵の描き始め、どうしても時間がかかっちゃうだったり、描いてみてもなかなかいいねが伸びないっていう人は、ぜひ最初の工程をアナログにしてみるっていうのは結構盲点だと思うので、これね、ぜひやってみてください。かなり結果が変わってくると思いますよ。ヒストリー機能を活用しよう。
多くの皆さんが口を揃えておっしゃいます。ラフの時にはうまく書けたんだけど、清書してみてクリーンアップしたら、なんかラフの時よりも変になっちゃった。ラフの時の顔の方が気に入ってたんだよな。どうすればいいんだろうって。そんな時に便利なのが、Photoshop のヒストリー機能です。ウィンドウからヒストリーでヒストリーを表示させてください。はい。このボタンで作業の進度ごとにスクリーンショットを残しておけます。そして作業が少し進んだら前の段階を確認してみるんです。そうすることで前よりも良くなったかどうなのか比較ができて、このまま完成させるのか、それとも修正するのかを判断しやすくなるんですね。はい。気に入らない場合には前の段階に戻ったりもできますし、進み具合を自分でチェックもできますので安心にもつながりますよね。はい。また違う例をお見せしますが、基本的にはね、ラフを元に清書する場合、皆さんもっと良くしよう、もっと良くしようと思いながら書いています。書いている最中、もっと良くしようと念じながら書いているわけですから、これは例外なく皆さん、間違いなく元のラフよりも良くなっていると信じきって絵を描いているわけなんですよ。でもね、実はそれが最大の落とし穴で、良くしようと念じていたとしても、だからってね、その結果絵が良くなっているとは限らないんですよね。残念ながら。例えば楽の時には、あまり緊張感なく、リラックスして絵を描けているので、動きのある線が自然と描けている場合が多いんですが、改めてね、よし清書するぞって思った瞬間、妙にね、緊張しちゃって、体が硬くなってね、線がカチコチになってしまうことってよくあることです。はい。もう少しね、具体的な話をすると、楽の時には何本も何本も線を引いていて、その結果、その線の束が結果的に絵の迫力につながっているケースってよくあるんですが、線をね、清書の段階で整理して、線が一本にまとめた瞬間、楽に描かれていた線の束の迫力は、単純に考えてね、なくなっちゃいますよね。さっきの田中ちゃんの絵の例がまさにその典型です。はい。左と右見比べてみると、明らかに楽の方が迫力ありますよね。いい絵に感じます。なのでそういう時には、線の本数を整理する代わりに、線を太くして迫力を補うとか、そういうことを途中で判断できなければなりません。でも、違和感に途中で気づくことができなければ、そういった修正はできませんよね。そこで、その違和感に気づくためのヒストリー機能です。途中こまめにヒストリー機能でスクリーンショットを撮って、良くなったかな？それとも逆に変になっちゃったかな？ってね、途中で立ち止まって確認する癖をつけてみてください。はい。この場合にはね、輪郭の下膨れな感じを抑えつつ、目力が上がるように少し目の線を太くしながら清書してみましたが、はい。結果的にどうでしょうか？良くなってますね。こうやって途中で確認を挟むことで最終的に仕上がってから、あれなんか違うとがっかりしちゃうことを避けられます。ぜひね、ヒストリー機能活用してみてくださいね。といったところでいかがだったでしょうか？このチャンネルではこういった具体的な描き方のコツもたくさん発信しています。例えばこちらの動画、やってない下手な線の描き方では、ついついやっちゃう下手に見える線の描き方と、それを避けてうまく見える線の描き方を紹介しています。かなりね、具体的な見え方の違いも紹介していますので、興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。